さあ、始まりました。ナスオカンチュのムービームービング。今回は先日公開されましたバービーを語っていきたいという回になっているんですね。この2023年に公開された映画、面白い映画多いんですけども、その中でも群を抜いて面白かった。2023年の中でも僕の中でベスト映画になると思うんですけども、このバービーはね、語らずにいられないということで、今回語っていきたいと思うんですね。この番組はムービーがムービングしていくということで、映画の面白がり方を皆さんにプレゼントしたいという番組になっています。今回お話ししていきたいのはこの映画バービーについて3つお話ししていきたいことがあるんですけど、まず1つ目はこのバービーについての僕の感想ですね。もう1つはこのバービーという映画に流れている思想ですね。これあんまり語ってる人がいないんで語っていきたいと思うんですね。で、もう一つは、この映画バービーの冒頭部分、バービーが人間の世界にやってくるまでですね、そこのところがもう非常に面白いなと僕は思いまして、それがですね、実は高畑勲監督のかぐや姫の物語と同じになっているという話を最後にしたいと思っています。まずこの映画バービーの感想なんですけども、本当に面白い。とにかく面白い。はじめ、この映画が始まった冒頭からもう最後のところまでずーっと僕笑えて、もう腹抱えて笑いまして、映画館で見ている他の人も笑ってて、すごく和やかなね、アメリカの映画館ってこんな感じなのかなみたいな、いい雰囲気の映画館だったんですよ。というのも、この映画全編に通して流れているこのギャグがめちゃくちゃ面白いというところと、この話自体もめちゃくちゃ面白いと。そしてさらに語っていくその深いところ、この映画でどういうことを伝えたいのかというところも考察していきがいがあると。もう言うことない映画なんですね。バービーの感想なんですけども、僕は最近君たちはどう生きるかについて連続して語っていってる動画の中で、映画というのはポルノ映画なのかアート映画なのか、この2つに分類することができますよというお話をしました。というのはどういうことかというと、ポルノ映画というのはお客さんを興奮させる目的で作られた映画。例えば、マリオとかワイルドスピードみたいな見てて脳みその汁が出て興奮するという映画、もしくは泣かせる映画。病気のヒロインがお亡くなりになって泣けましたとかっていうそういう映画ありますよね。そういうお客さんを泣かせたりとか感動させたり、興奮させたり、ただその一点に集中して作られたシンプルな内容の映画というのをポルノ映画というふうに僕は位置づけてまして、もう一方ですね、今回の僕がずっとお話ししてる君たちはどう生きるかであったりとか、洋画で言ったらイニシェリン島の精霊とかターとかフェイブルマンズみたいな何か社会に対して伝えたいとかアート性のある映画ですね。そういうのをアート映画って呼んでるんですけど、このバービーについてはポルノ映画でもありアート映画でもあると。このバランスがね、絶妙なんですね。なので僕みたいな映画をね、小難しく解説していくような人間も楽しめて、あんまりよくわかってないけども、なんかピンクだらけのこのバービーランド楽しいみたいな人も楽しめると。エンタメとして楽しむこともできるし、アートとして楽しむこともできる。この映画ね、すごいなと思うんですよ。最近ですね、本当にポルノなのかアートなのか、この2曲にね、バーッと分かれて映画作品の中で格差があると思っていて、見に行く我々としても格差があると思っているんですね。やっぱりね、ワイルドスピード見てる劇場の中の雰囲気と、ターとかイニシェリン島を見に行ってる人のこの客層全く違いますし、そこの格差すごいなと思ってたんですよね、最近。なんですが、バービーはこれね、両方いてると。これが僕が一番すごいと思ったところなんですよ。そんな感想を初めにお話しした上でですね、このバービーという映画に流れている思想についてお話をしていきたいと思うんですね。この映画ね、初めから最後までずっと笑える楽しい映画なんですけど、この笑いの正体、なぜ見に行った僕たちは笑うことができるのか。この映画の何が笑えるのかというところを突き詰めていくと、この映画に流れている一つの思想にたどり着くと僕は思っているんですね。皆さんね、映画を見て笑いって色々あると思うんですけど、ただ単にコメディを見に行って、なんかアホなことをやっている主人公とかが、アホなことをやってるのに対してアホやなって言いながら笑う笑いもありますけど、このバービーの笑いというのはそういう笑いじゃなくて、
すごくね、シニカルな笑いだったと思うんですよ。シニカルというのは日本語で言うと、皮肉な態度とか、冷笑的っていう言葉が出てくるんですけど、このバービーで取り扱っているギャグのネタっていうのは、もうまさにこの世の中を冷笑しているようなシニカルな笑いだったというところが僕の感想で、そこが面白いんですけども、この映画ね、よくね、YouTube でバービー解説とか考察とかなんか調べると、もうね、いろんな人がですよ。いろんな人がこの映画はフェミニズム映画だったと言うんですよ。フェミニズム映画ってどういうことかというと、女性の地位を向上させたいこのフェミニストたちの人が、この男性をこうね、コケにするこのね、逆がいっぱい出てくるわけですよ、この映画ね。それについて、これはフェミニストたちが言いたいことを体現しているこのフェミニズム映画だっていうことを、一般のこの解説者の人も散々言ってるんですけど、僕ね、全然間違ってると思っていて、この映画見てもらったらわかるように、途中から女性の地位を向上させようというフェミニズム、確かにあるんですが、その逆もあるんですね。男性がこの世界を支配して、女性が困るっていうね、逆パターンも発生するんですよ。これね、男性側から見たフェミニズムと女性側から見たフェミニズムがね、両方ね、ぶつかり合うような物語になってるんですけど、その物語が全部笑えるような感じになってるというのはですね、つまりですね、このバービーという映画は、フェミニズムという思想を笑いにして、バカにしてる映画なんですね。そこがこの映画バービーに流れている思想だなと僕は感じるところなんですよ。この映画の中でガールズナイトっていうのが出てくるんですけど、これはね、バービーたちがみんなね、夜な夜なね、ガールズパーティーをするんですよ。そこには男性が入れないんですね。で、バービーのことが好きなケンは、バービーに誘ってもらいたいなってもうずっと思ってて、いいところまで行くんですけど、じゃあもう今日ガールズナイトなんでバイバイって言って、バイバイされるんですね。要するに悔しい思いをしてるわけですよ、ケンの方は。で、それでですね、ケンがね、このバービーランドを支配した時にどうなったかというと、ボーイズナイトみたいなのがあって、やってやり返されての構図になってるわけなんですが、そのフェミニズムっていうのをもうバカにしてるっていうのがそういうところなんですよね。っていうのも、よく日本のフェミニズムの方っていうのは、女性の地位を向上させようっていうのは、やり方間違ってる人がいていて、女性の活躍の場を提供して、女性が輝ける場所を増やしていきたいっていうのが根本的な思想だと思うんですけど、やってることは男性批判だったりするわけですよ。つまり、これが過激になっていけば過激になっていくほど、一定の領域に関しては男性の方が不利な立ち位置になっている環境というのがありまして、そっちから見ると、今度は男性の地位の方が低くなっているという、こういう女性地位向上という大義名分のもとに男性の地位を批判するという間違った運動をしているフェミニズムの人が頑張れば頑張るほど一定の領域、そのターゲットになっている領域の中では男性の方が地位が低いということが発生するというのを描いたのがですね、今年それまた公開された逆転のトライアングルっていう映画がありまして、その逆転のトライアングルの冒頭でモデルのカップルが出てくるんですね、主人公の。モデルのカップルが晩ご飯食べに行くんですよ。で、晩ご飯食べに行くと、お会計の時になると、彼女はね、こんなんして携帯ね、触ってね、もう伝票を置いてるのに無視してると。で、男性はね、それをお金払おうとするんですけど、ちょっとイラッとして突っ込み入れるわけですよ。ほんなら、どっちがおごるかおごらないかみたいな、そういう戦争になるんですね。これモデルというのがポイントでして、ファッションモデルというのは、女性の方が男性よりも3倍以上の年収の平均値が高いんですよ。だからモデル業界というのは、男性の方が圧倒的に不利で、3倍以上女性の方が稼げると。皆さんも思い浮かべてもらいたいんですけども、テレビに出てるモデル出身の有名人って言いますよね。例えば藤田ニコルがいるとしましょう。でも藤田ニコルはいてますけど、藤田ニコルみたいなポジションの男性のモデルっていうのはいないでしょ。それが現実なんです。だから、一緒くたに女性の地位向上って言って、地位を上げる、裏で、男性の地位批判をするということはですね、そういう男性はもっと不利になっていく可能性っていうのは考えないのかというね、そういうね、フェミニズムのおかしさみたいなところを、このバービーという映画はものすごくバカにしたように描いてるんですよ。こういったフェミニズム思想の活発化というのは、
世の中全体の、世界全体のリベラル化に伴ってそっちも活発化しているんですけども、その人たちが本来目指すべきなのは、女性だから男性だからということではなくてね、女性だから長けていること、男性だから長けていることっていうのはそれぞれ別にあるわけですよ。それをね、全く同じフィールドで、じゃあ戦ってくださいという風になると、能力が高かったら男性でも女性でも上に行きますけど、能力が低かったら男性でも女性でも活躍できないという単純な能力競争社会が今よりもきつい競争社会が出来上がるというところで、男性と女性の格差が今問題になっているにもかかわらず、それがどんどん開いていくという裏返しになっているというところが、今このリベラル思想と言われているのの問題点としてあるわけですよね。そこでですね、最近僕読んだ本で、この世界はなぜ地獄になるのかという立花明さんの新刊が出たんですけど、この本の中で言われているのが、女性と男性の知的指数、だから IQ って言われているやつは、ほぼ一緒なんですけども、そこは問題なくて、特徴としては、女性の方が言語能力に優れていて、男性の方が数学的発想、論理的発想に優れている脳の構造が違うことが研究で分かっているということが書かれているわけなんですよ。というところから、男性と女性を全く同じフィールドに並べて、さあ戦ってくださいってなると、先ほど言ったように競争社会になって、で、そこには残酷な結果しか待っていないわけなんですね。そのフェミニズムを唱えている人だったり、リベラル活動家の人が目指している、それぞれの個性を尊重して、みんなが豊かに暮らせる社会を整えましょうという動きからは、逆行していく流れが実際に起こっているというのが、この世界はなぜ地獄になるのかという本なんですけども、そういった今の世の中で起こっていること、それを霊障的にネタにしてバカにしているのがこのバービーなんですよ。そこがね、もう本当にね、この映画ね、よくやったなと僕思ったんですけど、面白かったんですよね。というところから、まあ世の中のその、YouTuber の人たちがバービーの解説しますとかって言って話してるフェミニズム映画だとかっていうのは、フェミニズム自体のこと全く理解してないと思いますし、あんまり大して調べもせずに、自分の知識かのごとく、浅い知識をひけらかして、感想を話してる人の YouTuber。このね、バービーが伝えたいのはね、それを踏まえた上で、もう一個踏み込んだところで話をしているというのがこのバービー。だからこれがね、すごく面白いところはそこなんですよ。だから批評家も点数が高いんですよ。この映画についてね。で、一般の人はエンタメとして見て面白いというところで、幅広く受け入れやすい構造になっているので、世の中の大多数の人も満足しますし、一部のなんか小難しい人も満足するというのがこのバービーの特徴なんです。だから、この2023年公開された映画で、海外では今ナンバーワンの売り上げをマークしてるんですけども、日本の中ではそこまで売り上げが高くないんですが、それはアメリカ、ヨーロッパを中心にして動いているこのリベラル化というの波が、まだ日本には到達しきってないから、この映画で描かれていることのこのシニカルにやってるこのネタの面白みがですね、あんまり伝わらないというのが、日本でして。ただ、中国では大ヒットということなんですよ。これ中国で大ヒットという記事見て面白かったんですけど、中国では共産主義のこの社会の中でですよ、格差が問題になってるらしいんですね。で、その格差、富裕層と貧乏な人との差がものすごくあるんで、中国で発生しているそういった男性と女性の格差、そして経済的な格差みたいなところの争い事をですね、ちょっとバカにしたような目線で見るこのバービーという映画はちょっと新しかったんだと思うんですね。でそこのところを僕はものすごく評価したいポイントなんですよ。だから今の映画館で出てるこのリトルマーメイドの実写版みたいな安直なフェミニズム運動みたいなのに表面的に合わせるだけみたいな映画多いんですけど、そうじゃなくてその一歩先まで踏み込んだ映画ついに出てきたなという印象なんですね。なんでこの2023年を代表する映画になることは間違いないので、このバービー見ていない方はぜひ見に行った方がいいと思います。もう本当に面白いんで。そこが僕がお話ししたかった、このバービーという映画が見ているこの社会の見方ですね。切り取り方。それが新しかったというところ。そこにこのバービーという映画の思想があると思うので、この監督のグレタさんがね、こんなね、すごい内容をよく出したなと。これマーゴット・ロビーがプロデューサーとして出てて自分の主演もやってるんですけど、それの功績も大きかったなと思います。この2人の今後の活躍にも楽しみにしたいですし、このバービーという映画見逃してる方本当にもったいないと思うので、ぜひ見ていただきたいな。
僕はね、太鼓判を押しておすすめしたいと思います。そんな100点満点つけたいっていうぐらい僕はもうすごく面白いと思っているこのバービーのどこに心をつかまれたのかと言いますと、この冒頭部分なんですね。冒頭部分はバービーランドというのがありまして、それはね、どうやらバーチャルの世界じゃなくて現実の世界の一部がバービーランドになっているという世界観なんですね。で、そこのバービーとケンしかいないこの世界観。このバービー人形しか暮らしてない国の中から、バービーとケンが一人ずつアメリカに出てくるっていうところが冒頭の話なんですよ。そこでですね、面白かったのが、バービーランドというのはとにかくハッピーな世界で悩み事もなくて、もうすごい楽しいだけの世界なんですね。で、永遠の命が与えられてるわけですよ。そんな世界の中で主人公が演じているマーゴット・ロビーが演じているバービーが死を連想するんですね。もし自分が死んだらどうなるんだろうという想像を働かせるんですよ。そこからもう自分がバービーじゃなくなっちゃうんですね。バービー人形というのはヒールを履くたびにかかとが常にね、こう地面から浮いてるんですけど、その死を考えた翌日、足がべちゃんとこうついちゃうんですよ。で、バービーランドで起こっていた出来事がうまくいかなくなっちゃうと。そのエラーを起こしたマーゴット・ロビーはバービーランドに居場所がなくなって、自分を作ってくれたマテルというですね、おもちゃ会社に行くと、製造元の人がいて、その製造元の人に相談したら解決するんじゃないかということで、バービーランドから脱出すると。そこに一人自分のことを好きなケンがついてくるというのが冒頭の話なんですけど、このね、死を連想したことがきっかけで現実の世界に行くというくだりがものすごく面白かったなと思うわけですね。そこで真っ先に僕の中で連想されたのは、この高畑勲監督のかぐや姫の物語なんですよ。かぐや姫の物語は見ている人が意外と少ないんで、あんまりピンとこないかもしれないんですけど、このかぐや姫の物語を作るジブリ第7スタジオ933日間の伝説っていうドキュメンタリー映像があるんですけど、この中で音楽作ってる久石譲が監督の高畑勲に、この月の世界っていうのは要はあの世ですよねって聞くシーンがあるんですね。で、高畑勲はそんなもんですって言うんですよ。この映画の中でですよ、かぐや姫が地球にやってくるというところから始まって、その月にまた帰らないといけないという大きな流れになってるわけなんですが、このかぐや姫の物語で描かれる月というのは、ある意味死後の世界、そして永遠の命がある世界とも言える世界観になっていて、そこにはですね、時間がまずない、悩みがない、永遠の命だけがあるということなんです。で、ドラゴンボールで、よく、永遠の命、不老不死とかって出てくるじゃないですか。実際ね、ドラゴンボール集めてね、不老不死になったとするじゃないですか。なったら、僕たちがね、知ってる知人の人たちとか、みんなもう先に死んでいって、この地球上にたった一人残されて幸せかっていう話なんですよ。永遠の命なんてものは不幸になるんですよ。永遠の命、その死がない世界というのは、同時に死がないということは生もないんですよ。人間は生まれる時に死の世界から生の世界にやってきて、生の世界で生を全うした後、また死の世界に帰っていく、この循環があるわけですね。その死の世界というのは、不幸もなけりゃ幸福もない、何もない世界のことなんですよ。そんな何もない世界から、かぐや姫の物語では、かぐや姫が月から地球に送り込まれて誕生すると。そこで経験することっていうのは、全てが有限なんですよ。お世話になるおじいちゃん、おばあちゃんとか、ステマル兄ちゃんとかいろんなキャラクターが出てきますけど、その人たちはやがていつか亡くなっていく。でも、かぐや姫は月の人間なので永遠に生きていくことができるわけですね。その永遠に生きていくことが果たして幸せなのかと。そんなことをかぐや姫の物語で高畑勲はやっていたんですけども、その月の世界がまさにこのバービーの中のバービーランドなんだと僕は思ったんですよ。バービーランドの中では永遠の命があって悩みも全くないという世界の中で死を意識した、つまり生を意識したことで主人公のバービーは目覚めて現実の世界にやってくるというくだりなんですよ。これは月の世界から地球にやってきたかぐや姫っていうのと同じなんですね。そこで現実の世界に行って初めて自分は生きることができたんだと。そのバービーにしてもかぐや姫にしても死がある世界に入って初めて生を体験することができるという構図になっているのが本当に面白いなと思っていて、これはですね、ビム・ベンダースが作っていた超名作映画、ベルリン天使の歌っていう映画があるんですけど、この映画も同じことをやっていて、
主人公はデスノートのリュウクみたいに地球に過ごしている人間をずっと観察しているんですよ。ずっと空の上から観察していたら、なんか気になる人が出てきて、一人の女性に恋をしてしまうんですよ。その人は普通に生きてる人間で、自分は天使なんですよ。で、その映像っていうのがモノクロで映し出されるんですけど、その恋をした女性のところに自分が転生するんですね、人間として。すると、一回転生しちゃうと、その天使はもう天使だった頃の自分を失ってですね、天使に戻ることができないと。なんですが、映像的にはモノクロだったものが、人間に天使が転生した瞬間からカラーの映画になるというすっごい演出をしているかっこいい映画なんですけど、それも同じことをやっていて、この現実というのは、ものすごく過酷なこともいっぱいあります。ただ、ものすごく幸せなこともいっぱいあります。同時に死が絶対誰にも訪れます。でも死が訪れるから、その不幸なことも幸せなことも両方経験できるというのが、僕たちが今生きているこの現世の時間であるという価値観ですね。それがですね、この映画バービーの中に一本柱として立っていると僕は思っていて、そこもね、非常に面白かったんです。もうそんなんが冒頭で出てきてがっつり心つかまれてから、そっからの展開も全部面白いんですけど、その現実に行ってからの展開で出てくる、さっきちらっと言ったその男性の支配する世界で女性の支配する世界が戦うみたいなことなんですけど、そういったフェミニズム論争みたいなのが繰り広げられるわけなんですけども、それをね、観客の僕たちはね、俯瞰して見ることができる。だからそれがね、笑いのネタになってるんで、そこにあんまり感情移入しすぎずに、俯瞰してみて楽しむことができるという、すごいね、そのベルリン天使の歌の天使であり、かぐや姫の物語的な目線で、このバービーとケンのドタバタ騒動を見ることができるというポジションをね、この映画はね、作ってくれてるところがすごくね、素晴らしかったなと思うわけです。そういったところからね、この世の中生きてても本当に大変なこといっぱい皆さんもありますし、僕もいろいろあるんですけども、同時にですね、ちょっとぐらいはですね、幸せなこともあるじゃないですか。それはね、僕たちはね、僕今年31歳になるんですけど、でもね、もうね、何十年後かね、僕死にますよね、いつかはね。だからそれはもう仕方ないことなんですよ。でもその与えられた時間っていうのは確かに自分の行動、自分が考えた行動で行うことができますよね。その時間は僕たちに与えられてるわけですよ。それはでも有限なんですよ。有限やからこそ、今のこの時間大切にしていきたいなという気持ちが僕たちにはあるわけですよ。そういったことをこのバービーは伝えてくれてると思うんですね。このバービーという映画は一見ですね、このピンクだらけのハッピー映画みたいな感じで、頭パッパラパーみたいなビジュアルなんですが、やってることはものすごく社会派で、その社会で行われていることをちょっと霊障的なポジションからいじってるみたいな映画なんですね。そんなですね、バービー。これはね、見てみないと本当にもったいない映画だと思いますので、まだ映画館で公開してるところもあると思いますので、ぜひね、見てください。配信で見てもらっても全然大丈夫な映画でもあります。この映画、映像がものすごく美しくて、映画館じゃないとこの映像は体験できない。そういう種類の映画じゃないんで、内容が面白い映画なので、配信が始まってから見ても十分に楽しめると思いますので、もう配信でもね、映画館でどっちでもいいんでね、この2023年を代表するこのバービーという映画をぜひ見てください。本当に面白い映画です。ということで、今回はね、このバービーの感想をね、バーッと話をしていくという回だったんですけども、今回のこの映画バービーを楽しむための参考文献というのを最後に紹介して終わりたいと思っています。一つ目はですね、Netflix で配信されている僕らを作ったおもちゃたちというドキュメンタリーの、短い尺のドキュメンタリーが何話かあるシリーズがあるんですけども、それのシーズン1の第2話はバービーが特集されていて、このバービー人形のそのものについての解説は YouTube でどんな動画を見るよりも Netflix 様がものすごくお金をかけてバービーのことを特集している。これが一番わかりやすいんで、それを見てもらえると、バービーのこの後半に出てくるおばあさんいてるんですけど、このおばあさんが何者なのかというところとか、そういうバービーについてね、押さえておきたい知識をもう全部ね、Netflix のこの僕らを作ったおもちゃたちという番組に網羅されているので、このバービー見て面白いなと思った人も、バービー見る前の人も、僕らを作ったおもちゃたちのシーズン1の2話のこのバービーの回をね、ぜひね、見てね、
このバービーについてね、ちょっと知っていただけたら面白いかなと思っています。そしてですね、2つ目の参考文献は、かぐや姫の物語をぜひ見ていただきたいなと思います。高畑勲のかぐや姫の物語は、テレビで放送してもほとんど視聴率が取れないということで、残念なんですけども、あんまりね、宮崎駿監督の作品に比べては放送する機会が少ないんですが、このかぐや姫の物語ね、レンタルとかで借りてね、ぜひね、見ていただきたいなと思うんですね。これね、バービーと同じことやってる映画でもあるんですよ。そういう意味で、ぜひお勧めしたいなということと、あと、ビム・ベンダースのベルリン天使の歌の話をしましたけど、ベルリン天使の歌っていう映画も同じテーマを取り扱った映画だと思っているので、このね、ビム・ベンダースのベルリン天使の歌という映画は、映画界に残る傑作とも言われているので、映画ファンを名乗るんだったら見ておかないとっていうぐらいの映画なんですよ。これもね、見てね、絶対面白いと思いますんで、そちらも興味あったら見てもらいたいなと思います。そしてですね、関連してまた映画なんですけども、今年公開された逆転のトライアングルっていう映画があって、まさにそういう男女の差とか、貧富の差とかっていうのが逆転して偉いことになるっていう、これまたシニカルな笑いを取り扱った社会風刺コメディみたいな感じで、これは面白いんで、逆転のトライアングルもね、ぜひね、おすすめしたいなという映画です。アカデミー賞の最高賞の作品賞は、エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスが取りましたけど、この映画もね、実はノミネートされていたんだよということで、ここでね、おすすめをしたいと思います。そしてですね、もう一つね、これ本なんですけど、世界はなぜ地獄になるのかという、この立花明さんの新刊ですね。これがめちゃくちゃ面白いです。これぜひ読んでいただきたいなと思いますけども、今日お話しした内容は、たったの1ミリぐらいの内容で、ほとんど全編を通して、このリベラルっていう社会運動、これ何なのかと。で、その裏側で何が起こっているのか。リベラルっていうのは、いい世界を作っていこうという運動なのに、その裏では地獄が作られていってるっていう話なんですけど、これはね、実際の研究とか実際に起こっていることをメインにして話をしていく人で、この人の考えがこうって言ってる本じゃなくて、ほんまにこういうことあったんだよっていうベースで話をしてるから、説得力半端ないんですね。なんですけど、書いてあることにあまり救いがある本じゃないんで、落ち込んでる時とかに読むとすごくね、ちょっときついんですけど、ぜひね、興味ある人は読んでいただきたいなと思いまして、この立花明先生の世界はなぜ地獄になるのかの中で面白いなと思ったのがですね、今ですね、人種差別について、世の中ではものすごくね、話題になることが多いですけども、結局、アメリカでは今、それが行き過ぎてるんですって。というのも、アメリカではもう行き過ぎすぎてですね、白人で生まれてるっていうだけで、レイシスト、差別主義者だと扱われてしまうっていうようなことが書いてあるんですよ。それ実際に起こってることでして、もう生まれながらにね、別にその人の思想がどうとかもね、差別の意識があるかどうかと関係ないんですよ。白人として生まれたっていうだけで、差別主義者だと思われるっていう世の中が今アメリカには来てるみたいで、それってね、今までは少数民族の人に対しての差別を問題視してきたんですが、逆にその人たちが社会で活躍することによって、その人たちの主導による白人差別が今始まってると。それはね、本末転倒だと思いませんかと。白人でもアフリカ系アメリカ人でもみんなで社会に活躍していける場を作っていきましょうっていう運動がリベラルだったのに、そのリベラルの裏側では白人差別が行われているということなんですよ。だから白人で生まれたその今の若い中学生と高校生の子たちがもう白人に生まれたくなかったって言って泣いてる時代が今始まっているという地獄がですね、このリベラルの裏で発生してますよということがよくわかる本になっていて、なぜこの本がバービーという映画の参考文献なのかと言いますと、それはバービーという映画が日本でそこまで流行ってない理由にもつながっているんですけども、日本人として生きている我々としては、こういうキャンセルカルチャーとか、ポリティカルコレクトネスとか、リベラル化とか、フェミニズムとか、そこはね、疎いんですよね、日本の人ってね。でも、世界中ではそれが今、メインでも真っ盛りに行われている。その世界中の動きの中に日本は取り残されているんではなく、遅れているだけで、もう5年後、10年後には、今アメリカで起こっている問題が日本でも起こりつつあるというのは、もうこれね、目に見えて明らかなことなんですよ。だから、まだバービーのこの笑いにしているギャグのネタとかっていうのが理解できないだけで、
世界中の大多数の国では理解できるようになっているという、この世の中のこの流れ、そしてこの今の日本に来ている私たちのこの立ち位置というのがすごくこの本を読むとわかると思いますので、もうこれもね、読んでいただくとですね、このバービーの笑いのセンスがすごくツボに刺さったよという方は、このね、立花明さんの世界はなぜ地獄になるのかものすごく面白がれると思うので、ぜひね、読んでいただきたいなというところでですね、今回バービーの感想を話してきたんですけども、そういった形でね、この一本のこのバービーという映画をきっかけにして、立花明の本であるとか、かぐや姫の物語とか、ビーム・ベンダースのベルリン天使の歌とかを見てみるというのも、またね、この横展開していく感じも、またこのオタクとしてのこのね、楽しみ方ということで、皆さんもね、映画生活エンジョイしていただいて、いろいろね、この社会のことに対してもね、思いを巡らせていただけたらなと思います。ということで、締めたいと思います。この動画ですね、良かったよという方は、ぜひ高評価ボタンを押していただいてチャンネル登録をお願いします。ということで、皆さんご来場いただいてありがとうございました。